はい、どうも、ランスです。今日はですね、こちらのサウンドピーチ様から発売されている人気のオープンイヤーイヤホン Go Free 2をご紹介していきたいと思います。オープンイヤーってね、つまり耳を塞がない、開放型のイヤホンとなっておりまして、周りの音とかもね、ちゃんと聞こえますので、つけっぱなしで使用したりとか、あと閉塞感がないので、カナル式がね、苦手な方とか、におすすめのイヤホンになってるかなと思っております。開放型ならね、音質がちょっと良くないのではと疑問に思う方もね、いらっしゃるかと思うんですけれども、こちらのイヤホンはなんとですね、これ、LDAC というコーデックに対応しておりまして、いわゆるハイレゾ音質で音楽を楽しめるイヤホンになっております。でそれなのに価格はですね、約8000円で購入できるというですね、マジでコスパ最強のイヤホンになっているかなと思います。早速ね、詳細お話ししていきたいと思います。はい、ということでね、早速開けていきたいと思います。はい。この中身はこんな感じですね。はい、本体と、あとはケーブルが1つ。ここに取扱説明書がね、入っているという感じですね。はい、で開けていきますね。ケースこんな感じ。なんか思ったよりもですね、ケースかなりコンパクトかなと思います。で、開けてみるとこんな感じで黒とシルバーのデザインになっておりまして、シンプルでめちゃくちゃいいですね。で、一応ね、サイズ感も今お話ししておくと、ケース自体はですね、縦がだいたい 6.5 センチで、横がだいたい 8.5 センチで、高さがだいたい3センチとなっておりまして、重さがですね、こちらが、はい、約 75g となっておりますので、かなり軽量コンパクトかなと思います。この本体自体はですね、片耳が約 9g となっておりまして、かなりですね、軽量設計となっております。はい。でね、こちらについてはもうすでにね、実は開封して使い始めておりまして、で耳にかける部分はここ、めちゃくちゃ柔らかくて、耳にフィットするんで、長時間使用してもですね、耳が痛くならないというところがかなりね、嬉しいポイントかなと思っております。またメガネを使う方もね、いらっしゃるかと思うので、それの併用ができるかどうかも試してみたんですけど、問題なくね、使用することができました。で、やっぱり使ってみての感想としては、この軽さとね、耳を塞がない開放感のおかげか、つけてる感覚が本当にそんななくてですね、かなり自然に使えるというか、つけっぱなしにしておくとですね、本当につけてることを忘れてしまいそうな、そんな感じのですね、つけ心地になっておりまして、オープンイヤー型なんか思ってた以上に快適だなと思いました。はい。でね、そして気になる性能面なんですけれども、これもね、かなりすごいです。まず、16.2mm のですね、ダイナミックドライバーが採用されておりまして、通常のイヤホン、例えば AirPods とかだとね、耳にはめ込む形状の都合で、どうしてもそこまで大きなドライバーっていうのは搭載できなくて、確かあれがドライバー系 11mm とかだったと思います。その点このオープンイヤー型はですね、大きめのドライバーを搭載できるっていうのがメリットの一つかなと思っております。さらにですね、こちらのサウンドビーツさんのですね、独自技術、ラムダ型音響空間 2.0 という設計もあって、音の広がりとかもね、すごく豊かに表現してくれるイヤホンになっております。またですね、こうしたワイヤレスイヤホンに重要になってくるのが、コーデック、いわゆるね、音の圧縮規格についてなんですけれども、Go Free 2は SBC と、あと Apple 製品に使用される AAC にプラスして、ハイレゾに対応する LDAC というコーデックにも対応しております。これ何がすごいかというと、LDAC はですね、送信できる音の情報量が多くて、AAC が16ビットに対して、LDAC はなんと24ビットでね、データ伝送できるという規格になります。もちろんね、送信する側もこのコーデックにね、対応している必要があるんですけど、ここのビット数の違いっていうのは結構大きいのかなと思っております。ちなみに LDAC に対応している機器はね、主に Android になっておりまして、iPhone はね、実は AAC しか対応してないので、そこはね、ご注意いただければと思います。で、ちょっとね、手元に Android の機器がほとんどなかったんですが、Fire タブレットが家にあったので、ちょっとこちらで接続してみました。そうするとですね、ちゃんとね、HD の接続がオンになっていて、LDAC の文字が出てると思います。なので、しっかりと LDAC にも対応しているイヤホンだということがわかるかと思います。で、他にも詳細スペックをご紹介するとですね、
連続再生時間は約9時間。で、ケースの充電も含めるとですね、約35時間と長持ちしてくれます。また、IPX5 にも対応しておりますので、ある程度の耐水性能があって、例えば汗をかくような運動中の使用とかにもね、気にせず使用することができます。はい。でね、実際に音楽を聴いてみた感想なんですけど、個人的にはね、かなりいい感じかなと思いました。ただ正直なところ言うと、オープンイヤー式としてはかなりいい音質というのが正しい表現かもしれません。カナル式とかね、インナーイヤー式に比べると、耳との間がですね、どうしても隙間ができてしまって、音とかはね、どうしても抜けていってしまいますし、音圧的なものはね、ちょっと確保しづらいのかなという感じでございます。そういった面で迫力ある音ではないかなと思いました。あとね、個人的には高音域、ちょっとだけね、物足りないような感じがしていて、ギターのストロークの音なんかはね、もう少しクリアに聞こえてくれると嬉しいかなといった感じではございました。とはいえね、この辺は好みにもよるかと思いますし、別ね、スマホのアプリ、サウンドピーツさんの公式アプリを使えば、イコライジングもね、可能なので、好みの音質に調整することも可能です。この公式アプリはですね、ピーツオーディオという名前ですので、そこだけご注意ください。実は別途ね、サウンドピーツという名前のアプリがあるんですけれども、これもね、一応接続できるんですが、一部ね、機能が使えなかったりするんで、使うアプリはサウンドピーツのピーツオーディオというアプリをね、使っていただければと思います。どちらかというと、オープンイヤー型は、がっつり集中して音楽を聴くというよりかは、なんか運動しながらとか、普段の生活の中で音楽を聴くと、そういったような用途がね、向いているかなと思っておりまして、そういった面ではね、なんかお店で聴く BGM みたいな感じで、なんかすごくね、自然に音を聞くことができて、トータル、個人的にはかなりね、使いやすいかなと感じました。あとね、このスマホアプリの機能として、ゲームモードっていうのがありまして、これをね、オンにしていただくことによって、低遅延でのね、接続もできるようになっております。で、実際にゲームもしてみたんですけど、これ思った以上に使える感じでした。ガチでね、やり込むとかでなければ、本当不自由はね、ほとんどないかと思います。で、ゲームモードのオンオフに関してはですね、イヤホンの本体を3回タップすることで切り替えることができますので、別にアプリを経由しなくても、これをね、対応することが可能です。他にも、ここにですね、マルチポイントの機能があったりしまして、2台同時にね、接続することができますので、PC とスマホを登録して、いちいちね、つなぎ直さなくても使えるので、とてもね、便利かと思います。これはね、アプリで機能をオンする必要があるので、どうしてもね、一手間はあるんですけれども、ウェブ会議とか、それにもね、シームレスで使えたりするんで、重宝する機能かなと思います。ただね、注意事項としましては、2台のうちどちらかが例えば iPhone とかで、こっちがね、いくら LDAC に対応してても、マルチアクセスで2台同時に接続したこっち側が LDAC に対応していなければ、対応している側の機器もですね、こっちの設定に引っ張られて、AAC とかの接続とかにコーデックがね、変わっちゃうことがあるので、ご注意ください。そこはね、マルチアクセス便利なんですけど、コーデックとかが変わっちゃう可能性があるので、そこだけご注意ください。こんな感じでね、アプリの機能とかもいろいろご紹介したんですけど、一番何よりやばいのがですね、ここまでの機能があるのに、値段が約8000円で購入できる。セール時とかにはね、約7000円ちょっととかになるのかな。これで購入できちゃうっていうのがやばいと思います。他社とかだと、だいたい1万円台後半とかから、2万円台とかね、したりするんで、本当にね、いいんですかと言いたくなるようなコスパだと思います。ここまでね、GoFree2 の魅力、メリット部分をね、お伝えしてきたんですけれども、おそらく皆様が気になっている部分、こちらもね、お伝えしようかなと思っております。それがね、音漏れですね。はい。構造上ね、オープンイヤホンなので、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、大きめの音量での使用はね、割と音漏れしちゃいます。電車等のね、公共交通機関を使用する場合は、ここら辺もちょっとね、気をつける必要があるかなと思います。どれくらいの音が出てるかっていうところを検証してみたので、こちらにちょっと聞いていただければと思います。はい、ということでね、今からちょっと音漏れのね、チェックをしていきたいと思います。今ね、サウンドピーツ GoFree2 をつけておりまして、iPhone に接続して音量マックスにしてね、どんな音が聞こえるかなっていうところをやっていきたいと思います。今回ね、プロゲーミングチューブイムシギの代表にね、曲を作ってもらいましたので、著作権もしっかり大丈夫な音楽をね、ちょっとここで聞いて、音漏れがないかっていうところを試していきたいと思います。今ね、再生始めました。耳からはだいたいね、
20センチぐらいの距離にね、今マイクを置いてます。もっと近づけてみるか。はい、こんな感じですね。はい、では次はですね、インナーイヤー型の、AirPods でね、試してみたいと思います。どんな感じで聞こえてますでしょうか。ちょっとじゃあ耳近づけてみますね。はい、こんな感じでございます。やっぱりね、外でのランニングとか、人が少ない場所での使用であればね、全然問題ないかと思うんですけれども、やっぱりちょっと音を気にしなきゃいけない場所とかでは、少しね、使いづらいのかなというところがあるので、そこはね、ご注意ください。ということで、いかがでしたでしょうか。今回はですね、コスパ最強のオープンイヤーイヤホンサウンドピーツ Go Free 2をご紹介させていただきました。まとめるとですね、このイヤホンはオープンイヤー型で周囲の音も聞きつつ、ハイレゾ対応の高音質を楽しめて、かつ耐水性能とかもあるイヤホンになっておりますので、長時間つけっぱなしでの使用とか、あと運動中の音楽を聴く用途でイヤホンを探している方におすすめできるイヤホンになっているかなと思います。で、何度も言うんですけど、ここまでスペックで約8000円で購入できるっていうところはですね、コスパ最強だと思っておりますので、オープンイヤー型興味あるけど、まだ使ったことがないなという方はぜひね、検討してみていただければと思います。こちらのチャンネルではこういった形でデスク周りのガジェットだったりとか、あと撮影機材のレビューをさせていただいているチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。というところで今日の動画はこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。